こんにちは、しょうごです。道志村で有機農場をお借りして畑やってます。今回はまだ何にも植わってないこの畑の年間の計画を立ててきたので、それを紹介したいと思います。で、去年秋までですね計画は立ててたんですけど、さつまいもの後もう冬の作物の計画立ててなかったんで、準備もできず5点回っちゃったんで、今年はもう冬の間に全部12月まで計画を立てて、進めていきたいと思います。今回作付け計画の作り方を僕の師匠の農家さんに聞いてきたんで、それも一緒に紹介したいと思います。はい、じゃあ行きましょう。去年はここ全部さつまいもやってたんですね。この4面スイスの4面なんですけど、今年はさつまいもの栽培頼まれてないんで、ここ全部いろんな多品目で野菜を育てたいと思います。で、まず最初じゃがいもからいきます。スタートをとにかく遅れると全部5点回っていくんで、2月のうちにじゃがいもの準備を始めます。道志村すごい寒いんで3月にじゃがいもは植えるんですけど、もう2月のうちに準備を始めます。はい。じゃがいもは水はけがいい場所の方がいいんで、傾斜がある左上のところですね。スイスの123ですかね。あそこ全部じゃがいもにして、で育ったら子供たちとか呼んで芋掘りやろうかなと思ってます。で、次は2月のうちに準備するのはもう一個油中系のキャベツとかブロッコリーとかケールとか、あと小カブとか、そこら辺をこっちでやります。で、ここ今ニンニク植わってるんですけど、ニンニクはそのまま5、6月に取るんで、そのままにしといて、あとの空いてるところで、油中の作物をやろうと思います。で、春、3月4月になってきたら、このスイス4ですかね、ここの一面で里芋、ズッキーニ、枝豆の3種類をやろうと思います。2畝ずつで、渡り船のところで油中系のキャベツとかブロッコリーが取れ出した5月あたりに、スイス2ですねで、夏野菜の準備を始めます。ナス、ピーマン、唐辛子とか、そこら辺をスイス2で始めます。で、それと同時に秋に採れるさつまいもも準備し始めます。それはスイス1でやります。6、7月になってくるとズッキーニとかナスとか、夏野菜が取れ出して8月ぐらいまで収穫できます。で、いつも僕も失敗するんですけど、8月のうちに、末とかに秋冬の野菜をもう栽培始めたりとか準備し始めないと、もうだいぶ5点もあるんで、暑くて油断してるんですけど、いつもなんでそこをしっかり今年はやろうと思います。で、秋、9月10月ぐらいになってくるとさつまいもと里芋が取れ出して、これもみんなでやろうかなと思ってます。で、そのあたりで冬を越す玉ねぎとかニンニクとかも植えて、で11月12月とまた油中系のキャベツとかブロッコリーとかそういうのが、取れ出す。で、今年は終えようかなと思ってます。じゃあ次は具体的な作付け計画の作り方に行きたいと思います。はい。僕の作付け計画の、やり方や考え方なんですけど、まずは作りたい野菜をメインの野菜ですねをいくつか出してって、でそこにサブの野菜をパズルのように当てはめていくやり方でやってます。例えば、春ですね、ブロッコリーをやりたいってなると、同じ科の油中の、キャベツだったりとかカブだったりとかが、収穫時期とか、栽培期間とか近いんで、それを近くに当てはめていく。
で夏とかになると、ナスをメインにしてるんで、同じナス科のピーマンだったりとか、唐辛子とかですねをこう近くに当てはめていきます。そういったように、毎月計画を立てて、表を作ってます。で、こういうふうに、2月からなんで11枚作ってやってます。ポイントとしてはこう色がね3つに分かれてるんですけど、これがすごく重要で、黄色がまず準備で、緑が、栽培中で、赤が収穫。これいつも僕もそうなんですけど、準備の期間を入れずに作付け計画作っちゃうと、もうやっぱり5点回っちゃうし、なかなかこう土が整備された状態で植え付けができないっていうことが起きちゃうんで、この準備を入れるっていうのがすごくポイントです。例えばこれ5月なんですけど、じゃがいもとか、ズッキーニ、里芋は、栽培中で、ブロッコリーとかキャベツとかカブとかレタスとかはもう取れ始めてて赤になってますね。でそのぐらいに、夏野菜のナスだったりとかキュウリの、準備を始めてて、でも秋のさつまいももここで始めてますね。この黄色の準備って有機栽培だとこう肥料分を入れてすぐ効かないんで、作物によっての肥料を入れて、で降雲して、でちょっと寝かしとく、で分解してもらって微生物に、で整えとくっていうのが準備ですね。であと畝立て、マルチ張り、それも準備に入ってます。はい、以上になります。全部作付け計画通りにいくかどうか分かんないですけど、できるだけこれに基づいて準備して、しっかり栽培して、収穫までいけたらいいなと思います。まずは初動が大事なんで、2月からしっかり準備を始めたいと思います。皆さん応援してください。ではよし頑張ろう。